マシンにギミックが揃ってきたらコースにチャレンジして、甘つさえレースなどに参加したいと思うのが人情です。だけれども、自分のマシンは果たしてよくできているのか？今の自分の実力は、どの程度なのか、ふと誰もがそう思うはずです。それならば、こんな方法で探ってみませんか？自分やマシンの性能を知ろうとするとき、ステータス画面が開けない我々には、簡単にそれを数値化したり比較したりができません。それならばどうするか？基準を用意して、比べるのが、良い方法の一つです。そう、明確な基準があるなら、それと比較してみれば正確な数値は出なくても、自分の知りたいことが知れるのです。今回は再販されたタミヤの、傑作機ネオバンキュッシュアドバンスパックを、使って、自分のマシンの実力は一体いかほどか？というミニ四駆レーサーならば、当然抱く疑問に取り組んでいこうという企画です。各々進む道は違えども、目指すかの地平はみんな同じ。さあ、それでは今こそ自分の実力というやつを、測ってみましょう。それでは、今回の動画をお楽しみください。ふんふふん。どうも、こんにちは。見たいものを作る企画、主任の僕です。こんにちは。通りすがりの助手 F1 です。ご機嫌ですね主任さん。悪いものでも食べたんですか？違うよ。なんでそう思うんだ？ありえそうだから？トニー、人のことを何だと思ってるんだか。これだよ。これが手に入ったんだよ。おお、これはネオバンキュッシュアドバンスパック。アドバンスパックとは2020年12月に発売されて以来、神キットの名を冠しちゃうほどの優秀品。この動画にもちょくちょく出てくるし、ミニ四駆レーサーなら一度は聞いたことのあるミニ四駆本体と、一通りのグレードアップパーツが、セットになったパッケージのこと。タミヤミニ四駆関連商品の、中でもぶっちぎりの高値でありながら内容物を、見るとあれ俺かなりお得じゃねとコスパもすごくすごかったり、あまりの出来の良さに転売価格が、元値の5倍以上つけちゃうとか、様々なエピソードを持ち嘘か、本当かジャパンカップ大会の、当日会場ですぐみで、食って、そのまま大会に参加、さらに良いところまで行っちゃったとかの、都市伝説が囁かれちゃうほどの完成度を持ちながら、この動画でも説明書が、ブレーキの教科書としての価値があるとか紹介したり、それがガチで役に立っちゃうってんでとても、有益でありながらも、そういう噂や本来の実力とが相まって、超評価されているタミヤミニ四駆の、傑作機。それが今年2023年7月に再販されて、ユーザーにっこり、転売やあがっかりの今結構話題の、パッケージ、それがついに手に入ったってことなんですね。長い説明でリフオツ。そう、トライダガーも欲しかったんだけどね。これがゲットできただけでも大満足だよ。定期的にこれの再生産をしてほしいね。間違いなくおすすめキットだから。他のパッケージはスターターキットとか銘打ってるけど、これはアドバンスだからね。タミヤの気合を感じるよ。2800円のキットにこの値段って裏を返せばみんなが評価してるとも言えるわけさ。タミヤ推奨でユーザーにも一定の評価がある優秀なパッケージであるってことは間違いない。まあ、確かに。つまりさ、これってタミヤが出した挑戦状なんだよね。はえ、なんて？レーサーよ、これがミニ四駆だってことだろ。どこのアベンジャーズですかそれ？つまりさ、これがうちんとこの標準だから、これよか早かったり走破性の高いマシン作れんのお前ら。どうよって暗に煽ってると思うんだけど。随分卑屈な見方ですね。いや、違うしそれ。100歩譲ってタミヤが対戦相手ってことでオッケー？なんだよ100歩とか、どこを譲ったんだよ。いや、そういうわけじゃなくて。そうかそうか、君もそう思うかい？だから違うって、これはコンセプトであって。君はこれがいいキットだと思うかい？そりゃあ、評価だけ聞いても良いキットだと思いますよ。はい、じゃあ君もタミヤに挑戦するってことで、これからチームだ。よろしくね。おい、最初からチームだろって、待て待て、そうじゃない。よーし、これはタミヤとの勝負なわけだ。燃えてきた。とまればか。嬉しさで完璧に舞い上がってますね。後で水でもぶっかけておくわ。で、このシリーズのギミックと何か関係があるんですか？あるあるあります。大ありく。そもそも自分のマシンが速いか遅いかって比較しないと分からないわけじゃない？そりゃそうでしょうよ。じゃあ相手はどうするんだよって話になるわけじゃん。お友達とか？ぼっちちゃんはどうすんの？主任さん友達少ないですからね。ほっとけ。
仮に競い相手がいたとして、それだって速い遅いは相対的な比較であって、自分の実力やマシンの性能を推し量るには結構曖昧じゃない？まあ確かに。最高速度、コーナリング性、バンクスルー、精神性、加速度、安定性、走破性などなど、ミニ四駆ってやつは驚くほどパラメーターが多いんだよ。ミニ四駆を始めてさ、例えばレースに出たいとかジャパンカップを目指すとか思うとするわけじゃん。良いですね、そういうの。そしたら自分のマシンのどこが良くてどこが悪いのかって感覚で決めちゃっていいの？そりゃダメですよ。そんな中でこれよ、タミヤがアドバンスと銘打って販売する自信作、再販され手に入りやすくなったし、つまりこのネオバンキッシュアドバンスパックってみんなが共有できる基準になれるってわけさ。ああ、なるほど。つぐみのこれに負けてたら話になんないってこと。つまりこれより速く走ってコーナーとかバンクスルーもできて走破性が高いマシンを作れば、つまりそれは良いマシンである証明と言いたいわけなんですね。大正解。 Good。 そういうこと。てなわけでこれをタミヤスタンダード王として完成させて、今後のマシン作成の評価基準点にしたいわけよ。なるほど。他にも観察して学ぶことも多そうですしね。これを見ている多くの人にとっても分かりやすい比較になりますし、キットを作るだけってんなら再現性も高いですし、確かに基準ってのが明確になりますよね。だろう？今まで作ってきたギミックを装備したマシンでこれに勝ってこそってわけよ。だからタミヤとの勝負ってわけ。もうそれは良いですって。ってことで基準マシンとすべくこのネオバンキッシュを作っていこう。勝つこと前提ですけど、あれだけ作ったギミック装備して負けたらどうするんですか？あ、どうだろう。勝てんじゃない？考えてなかったな。ボロ負け残念会までのフラグですか？作る前から不吉なこと言うなよ。それじゃあ早速作っていこう。まず各パーツの開封ね。まあ袋の数が多いこと。これパーツ数がめっちゃ多いのよ。じゃあ切り離しから。今回は見た目優先で作業するよ。すぐそうやって好き放題やろうとする。細かいパーツが多いので説明書通りに作りましょう。はい、組み込み開始。黒色クラウンギア、ライトダッシュモーター、3.7 対1のハイスピードギア、はい、本体ができた。ブレイクインしときますね。頼むよ。次はグレードアップパーツいってみよ部品点数がめっちゃあって、むしろここからが本番。さすがタミヤの本気。う。フロントの FRP 系パーツから組んでいくよ。付属の工具も使いながら丁寧に締め込んでいくよ。次はリアの FRP 系パーツだね。 FRP を3枚も使う豪華仕様だ。なんか無駄では？なんで3枚も使うのとか思ったんだけどさ、この立体感が後でいい仕事するんだよ。へえ。それでサイドの FRP を組む。よし、じゃあ各パーツをシャーシに装備していこう。ごっつい感じですね。そうな、背面見るとめっちゃネジが多いんだよ。あ、白の新型ブレーキですね。そうそう、再販だからね。
外箱もちゃんと変わってたよ。こういうマイナーチェンジ好きなんだよね。わかる。はい完成。これで終わりですか？ただ作って終わりなわけじゃないでしょ？もちろんだと思う。公式で VZ シャーシを速くする無料改造ってのがあるからこれを施すよ。無料ってのが主任さんらしい。概要欄にリンクを貼っておくので皆さんも参考にしてみてください。 VZ シャーシの人は必見ですよ。でだ、基礎マシンはできた。ふむふむ、そうですね。こっからはお楽しみタイムだね。出たよ、病気が。失礼な。まずイラストを配置してカラーパターンを決定しよう。こうやって配色を決めていく。楽しい。うわ、このイラストどうしたんですか？無論作ったが何かしれっと言いよる。また労力をかけてる。ネオバンキッシュは黄色と黒がベースだからね。このイメージを踏襲するけどやっぱベースは白がいいんだよね。赤も使いたかったけど今回は白、黄、黒でいこまさかこれをやるんですか主任さん？そうだけど何かこの塗り分け見た目以上にマスキングとか大変そうですよね。なんか衣装も追加してるし、設計図を作ったわよいがこれ作れるん。それ以上言うな。これが作りたかったの。はいはい、それじゃ頑張っていきましょうね。めっちゃ人事だこれ。3, 2, 1, go. まずプラ板貼り、表面をヤスリで荒らしてプラ板を貼っていく。どうかな。何かファイズのデルタみたいですね。ああ本当だな。これ結構かっこよくできましたし、このまま終われば。そうはいかないよ。じゃあサーフェーサーかけてみよう。よしいいぞ。それからマスキング、ベースの白、さらにマスキング、それから黄色、マスキング、灰色。もっと白を混ぜればよかったよ。灰色の調色って難しいね。ほぼ黒になっちゃいましたね。乾燥、1日放置。マスキングを剥いで答え合わせのような瞬間は好きだけどもさ。確かにワクワクしますもんねこれ。ああもう多重にマスキングしたから剥ぐのがめんどくさい。自業自得でしょうに。どうよこれ。無茶な重ねマスキングと塗装をするから結構細かなミスがありますね。このくらいじゃ問題にするほどでもないさ。十分修正範囲内で。そういう腕ばっかり上がるんだから。まあこれはこれでいいんじゃないかな。修正してデカールを貼り付けるよ。今回はオリジナルデカールも用意したよ。まさかこれもこういうことは豆だな。あ、それとここまで来るとさ、シャーシの色も黒じゃ重たいから白を使ってみようと思う。前に作ったレイスピアのシャーシを流用するってことで完成。名付けてバンキッシュスタンダードだ。かなり良さそうですね。なんか見たことあるカラーリングだこれ。それよりサラダ食べませんか？作りますよ。おいやめろ。デルタになったりフォッカーになったり忙しいな。さてそれじゃあおなじみのテスト走行行ってみようか。イエーイ。やってきました、いつもの小島コース。今回のコースレイアウトはこんな感じ。モーターはライトダッシュで合わせておこう。1コースは赤、前回までの集大成、我らがサンドラね。2コースは青、基準機バンキッシュスタンダード。レディーゴー。うわ、早い。さすが傑作機、よく走り寄る。おいおいバンキッシュすげえな。かなり差がついてますけど。なーにこれからよし練習走行は終わり。本番行こうか。もうすぐそういうことする。なあもう一回頼むよ。仕方ないな。それじゃあ走行の様子を録画して状況分析も後でしよう。そのカメラお願いね。はい、今回は初乗りカメラ同時撮影にチャレンジしてます。よしいいぞ、いい感じだ。やってますね。これがミニ四駆だよ。いい感じじゃないかこれ。よし行け。はい、バンキッシュの勝ち。なぜだ。はい。ボロ負け残念か。言うな。フラグ回収を2。まあ、映像はよくできてましたけどね。だろ、あれでかっこよくバンキッシュに勝つ予定だったんだけどな。これから状況分析して対策立てるか。使い方としては想定通り。2台もカメラ使ってましたからね。各セクションごとにどのくらいの差があるかとか、そういうのを見てそこからさらにマシンの改造方向を決めていこうよ。まずコースアウトしないマシンを作ることからでしょ。
そうだな。元気だぜ。てことで今回はここまで。高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。それじゃあまた次回。ミニ四駆作って走らせようぜ。超図解 VZ。 今回のおまけコーナー、はーじーまるよー。ってことで今回も前回同様主任さんが始めたダウンロードコンテンツ企画の CM します。ほうほう。今回は、なんと2つ。かなり時間かけてましたからね。1つ目は、バンキュッシュカラーリング用テンプレート、トップ画像とサイド画像の2枚です。2つ目は、見たいものを作る企画用オリジナルデカールデータ。なるほどなるほど。塗り絵とシールなんですね。言い方。主任さんが、イラストから起こしたからなんか、他に使えねえかなとか、言ってたからなら手書きならテンプレートってことで、カラーやイメージ用に使ってもらえばって言ったら採用されたんよ。目玉はこの2つ目。この、オリジナル、デカール。デカールってそもそも単体が、高いの。1枚で800円とかしますもんね。それで使えるところとか、そもそも文字とかちょっとしたアクセントが、欲しかったりでこりゃ作った方が、良いなって主任さんが作ったの。ふむふむ。本編でもこのハイキューパーツさんのこのレーザープリンター用の、はがきサイズ用紙を使いました。これにこのデータを印刷したわけ。へえ、どうやって？レーザープリンターなんてお高い機材は持ち合わせてないから、手差し印刷できる場所、地名、で、ググったらそういうお店が出てきてさ、ふむふむ。 1枚200円で印刷してくれるっていうサービスがあったから利用しました。近場に結構こういうお店があるはずです。陸の孤島のこの辺にもあったしね。なかったら諦めてください。まさかの投げっぱなし。コンビニじゃダメなの？コンビニは紙の持ち込みや手差しが NG なんだよ。そうなんだ。まあ今回はデータだけ共有ってことで、前回同様概要欄にリンクを貼ってあるので PDF でダウンロードしてください。一応、カラーリング用テンプレートは A4、デカールデータはハガキサイズを想定して作成してあります。ぜひ、オリジナルのカラーリングパターンの研究に使ったり、うまくレーザープリンターで印刷できたなら、デカールも使ってみてください。一応再配布は NG ってことにしておいてください。よろしく。個人で楽しむ分には OK だと思うんですけどね。あといつも通り概要欄のリンクからタミヤ公式の動画が見れたり公式サイトへ行けます。アドバンスパックのアフリエイトもあるので、欲しくなった人はぜひ。しっかりしてらー。ってことでまた次回。見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。それじゃあ、また次回。